こんにちは、あやはれです。今日はダイエットを始めた頃に毎日食べていたオートミールおにぎりレシピを紹介します。私が痩せるために変えた生活習慣の一つが毎日朝食を食べること。ちょうど2年前に紹介したオートミールおにぎり3種類はダイエット当初ずっとリピートしていたレシピ。今回はあの頃の私に教えてあげたい、さらに飽きずに美味しく食べられる4種類のおにぎりレシピです。私の動画を初めて見てくださる方に朝食を食べるようになって実感したダイエット効果を2つお話しします。以前から動画を見てくださっている方は概要欄からスキップしてください。私が朝食を食べるようになって実感したダイエット効果は大きく2つ。まず1つ目に昼食のドカ食いが抑えられるようになりました。もともと朝食を食べる習慣がなく、かなり空腹状態になってから昼食にガッと好きなものを食べるという生活をしていました。空腹状態だとついつい早食いになってしまい、食事の満足感もなかなか得られないため、食べ足りなくていつも食後にコンビニでおやつを買って食べたりしていました。一気に昼食をとることで血糖値が急上昇し、必要以上に摂った糖質や脂質は脂肪に変わり、私の痩せられない原因の一つになっていたと考えています。朝食をしっかり食べるようになってからは、多少遅い昼食になっても落ち着いて食事ができるようになり、しっかり噛んで食事をすることでドカ食いを防げるようになりました。2つ目に朝から腸が動いて毎朝気持ちのいいお通じが出るようになりました。もともと便秘症だったこともあり、朝お通じが出るという習慣が全くありませんでした。朝食を食べることで朝から腸が動き、水を飲む習慣なども同時に身につけたことで、朝から気持ちのいいお通じが次第に出るようになりました。便秘で腸内環境が良くない状態というのは老廃物を抱えている状態なので、せっかくダイエットに効果的な食材をとっても腸でうまく吸収できない状態になっている可能性があります。最初は毎朝お通じが出なくても朝食を食べて体を起こし、腸を動かす習慣を身につける、継続することで次第に気持ちのいいお通じが出るようになり、腸内環境も整っていくことでダイエットが順調に進む要因の一つになったと考えています。今日紹介するレシピは簡単ですぐ作れて、かつタンパク質も少し意識したオートミールおにぎりです。高タンパクな朝食をとるとその日1日の摂取カロリーが抑えられるという研究データがあり、このおにぎりだけで高タンパクな朝食の完成とは言えないけど、例えばおにぎりにプロテイン1杯を追加するなどしながら、まずは朝食を食べる習慣を身につけてもらえたら嬉しいです。オートミールは米達のオートミールを使います。日食のオートミールでオートミール嫌いを克服してから他の商品に調整するのは長い間やめていたのですが、久しぶりにロールドオーツに挑戦したくて Amazon で購入しました。私は1食あたり大さじ大盛り3杯で約 30g 測って食べています。オートミールに初めて挑戦する方は日食のオートミールの方がスーパーで手軽に買えるのでおすすめかなと思います。ロールドオーツは粒が大きく食べ応えがあります。インスタントオーツは粒が小さく加熱すると粘り気が出るため、もちっとした食感でパサつきもなく食べやすいかなと思います。作り方はどちらのオートミールでも全く同じで OK です。オートミール 30g に水 50ml、 レンジ 600W で1分半加熱して味付けしたら完成です。注意点として、おにぎりと言われると白米のおにぎりの味を期待してしまいますが、オートミールは基本的に味はあまりなく、強いて言うなら麦っぽい風味がする味です。日食のオートミールと米達のオートミールは比較的癖のない味で、日本人に受け入れられやすい味かなと私は思っています。挑戦してみようかなと思う方は概要欄にリンクを貼っているので、ぜひチェックしてみてください。見た目は地味だけど最もリピート率の高い超お気に入りレシピです。耐熱容器にオートミール 30g、 水 50ml、 オートミール全体に水が行き渡るように軽く混ぜ合わせます。ラップをせずにレンジ 600W で1分半加熱します。全体柔らかくなっているか確認してください。
カッテージチーズ大さじ1/2、鰹節1つまみ約 2g、醤油小さじ1/2、よく混ぜたら完成です。このまま食べてももちろん OK ですし、ラップでおにぎりにして出かける準備をしながら食べたり、そのままオフィスに持っていくのもおすすめです。オートミールおにぎりはボロボロと崩れやすいので、しっかり強めに握るようにしてください。私はいつもおにぎりパックで形を整えた後に海苔に巻いて食べています。耐熱容器にオートミール 30g、水 50ml、オートミール全体に水が行き渡るように軽く混ぜ合わせます。ラップをせずにレンジ 600W で1分半加熱します。全体柔らかくなっているか確認してください。ちくわは輪切り、大葉は千切り、醤油小さじ1/2、マヨネーズほんの少し小さじ1/3程度、白いりごまを適量加えたら、よく混ぜたら完成です。このまま食べても OK。ラップでおにぎりにして出かける準備をしながら食べたり、オフィスに持っていくのもおすすめです。このおにぎりは特にバラバラ崩れやすいので、ギュッギュッと強めに握ってください。今回は卵も一緒にレンチンするので、大きめの耐熱容器を用意してください。耐熱容器にオートミール 30g、水 50ml、オートミール全体に水が行き渡るように軽く混ぜ合わせます。卵を割り入れて溶いておきます。ラップをせずにレンジ 600W で1分半加熱します。卵は好きな硬さに調整してください。火が通っている方がおにぎりにしやすいので、必要そうであれば追加で加熱してください。卵は混ぜるというよりも切り分けるようにしてください。ツナ水2缶1/2缶分、マヨネーズ小さじ1/2、塩コショウ少々。調味料とツナを先に軽く混ぜ合わせます。全体優しく混ぜ合わせたら完成です。あれば刻みネギを適量加えます。このまま食べても OK。ラップでおにぎりにして出かける準備をしながら食べたり、オフィスに持っていくのもおすすめです。形が崩れやすいのでギュッギュッと強めに握ってください。卵も一緒にレンチンするので、大きめの耐熱容器を用意してください。耐熱容器にオートミール 30g、水 50ml、オートミール全体に水が行き渡るように軽く混ぜ合わせます。卵を割り入れて溶いておきます。今回はレンチンする前に味付けします。鶏ガラスープの素小さじ1/2、醤油小さじ1/2、オートミールとよく混ぜ合わせます。ラップをせずにレンジ 600W で1分半加熱します。卵は好きな硬さでいいですが、火が通っている方がおにぎりにしやすいので、必要そうであれば追加で加熱してください。卵は混ぜるではなく切り分けるようにしてください。裂いたカニカマにちぎったレタスを加えてよく混ぜ合わせたら完成です。このまま食べても OK。ラップでおにぎりにして出かける準備をしながら食べたり、オフィスに持っていくのもおすすめです。オートミールおにぎりは崩れやすいのでギュッギュッと強めに握ってください。
オートミールがどうしても苦手で食べられない人は5分で作れる朝食レシピをまとめた動画があるので、そちらを見てみてください。もっとオートミールおにぎりのレパートリーが知りたい方は2年前に作った動画にはなりますが、こちらの動画もチェックしてみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。最近気に入って飲んでるプロテインが YouFit のソイプロテインココア味です。甘さ控えめのココア味で久しぶりに私の中でヒットした商品です。私は甘みが強いプロテインが苦手なので、水で割って飽きずにスッと飲める商品を探していました。YouFit のプロテインはいい意味で主張がなくて大好きです。甘すぎず、水で割るとやや味が薄い感じもしますが、毎日飲むならこれぐらいがちょうどいいなと思っています。私がソイプロテインを選んでいる理由は、ソイプロテインの方がもたっとしていて、飲んだ後に満足感があるなと思っています。逆に全く食欲がない時は、以前から紹介しているフィクシットのホエイプロテインを飲んでいます。プレーン味なのですが、最近はこのまま水で割って飲んだり、時間がある時はブルーベリーと蜂蜜を入れてプロテインスムージーを作ったりしています。今日は最後に先日花火大会があったので、その映像をちょこっとお届けしながら終わりにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。あやはれでした。